正弘のうまいのランド。うまいのランドの正弘です。今日はイタリア料理でスパゲッティを茹で上げる時なんかアルデンテに茹でるってよく言いますよね。レストランに行ってもいただく時はアルデンテ。このアルデンテっていうのは皆さん普段普通に使いながら一体何なんだろうってなかなか追求しないと思うんですが、今一度アルデンテでいただくとこんなに美味しいっていうことを、西麻布にありますアルポルト、以前この YouTube でうまいのランドでミラノのアルポルト、私アサリのスパゲッティと、イカスミのリゾットをいただいたものを皆さんに見ていただきましたけど、さあそこで勉強された西麻布のもう実際息子さんに代を譲ってしまったんですが、私と同年齢の片岡さんに厨房に立っていただいて作っていただいたのを私はいただいた一体アルデンテとは何かっていうのを伺ってまいりました。どうぞご覧になってください。うまいのなんの。じゃあお願いします。今日はアサリのパスタです。ただ、アサリはもうオーソドックスなアサリのパスタです。僕はアサリのパスタだけもう本当にイタリアにいるときはどこ行ってもアサリばっかり食べてました。それくらいアサリが美味しかった。でも今イタリアってアサリのパスタの美味しいとこありません。どうしてかっていうと、アサリが全滅してる。ですから、美味しいアサリのパスタは日本の方が美味しいです。はい。そうなんだ。はい、オリーブオイルです。はい。はい、これ大さじ1杯。火はついてない。はい、火つけないです。3倍弱かな。この中に、はい、ニンニクのみじん切り。はい、だいたい大さじ1/2ぐらいですね。鷹の爪。はい。これ、ちょっと辛いですから、ちょっとこう潰す感じにして、こう1本入れます。で、火をかけます。必ずニンニクって入れるんですか？はい。ニンニクは入れないと美味しくないですね。どうしてもニンニク嫌いっていう人は入れなくてもいいです。香りと甘みが出る。香りだけだったら、潰したニンニクを入れてください。こうやってニンニクみじん切りにしちゃうとかなり強烈に出てきます。だけども、これを柔らかくするには、今からこれ、方法を教えます。フライパンでオイルが温まってくると、はい、ニンニクはシュワシュワっていってきます。そしたらこれ、はい、いいですか？フライパンの火を弱めます。で、ゆっくりこれで炒めます。ああ、もういい香りが出てきた。はい。で、この最初のね、生の状態の匂いっていうのは、アリシンっていうね、臭み成分があるので、匂うんですけど、これを火を入れると、そのアリシンが別なものに変わるんです。それで旨味になってきます。ですから、匂いは和らぎます。で、これゆっくり炒めます。ニンニクをこうきつね色に炒めるっていうんですね。で、ここでゆっくり作業していく。で、このニンニクが炒まったところにパスタ入れたのがアーリオオリーブ。色がきつね色になってきてます。はい。で、この中にアサリを約 200g 入れます。十分きつね色にした方が美味しいです。焦がしちゃったら、もう一回一からやり直してください。お客さんがいらっしゃる本番の時でも焦がしちゃったらやっぱりやり直し。やり直しです。もうそれはしょうがないです。はい、これでアサリを入れます。はい、こんな感じでね。白ワインを入れます。それから、はい、パセリです。パセリたっぷり入れます。それから胡椒です。今日はね、冬なんです。ですから、本当はアンチョビ入れたいんだけど、冬っていうのは、アサリは砂が吐かない。だから、塩分が強い。だから、ここでアンチョビ入れちゃうと、塩分が強いかもしれないから、入れないんですね。それで、蓋をします。で、蒸し焼きにします。で、殻が開くまで火を通します。要するにワイン蒸しにするわけですね。今のところ見てれば、うちでもできるって感じ。そう、できます。皆さんね、アサリの量をケチるんです。だから、1人前 200g っていうのは最低です。これをみんな 100g にしちゃう。で、アサリのパスタっていうのはかなり塩分が強い。で、それはどうしてかっていうと、イタリーのアサリのパスタは味が濃いんですね。ですから、必ず 200g 入ってる。
下手すると塩辛く。はい、こんな感じで。はい。はい。これを少し煮詰めるんです。はい。だいたいこんな感じに詰まって、はい。もうこれくらい汁は取っときます。で、これは火を切っときます。塩分きついんで、ちょっと塩分は薄めにします。はい。だいたい 1% なんですけど、0.5% ぐらいにします。ここにアサリのパスタ用のフェデリーニっていうパスタ。フェデリーニっていうのは 1.4 ミリの細いパスタ。で、アサリにはこの細いパスタがあります。で、もしくはジェノバの方行くと、リングイネ、ピッコロっていうちょっと細めのパスタ。それをアサリと合わせる。その時は、この中にジェノベーゼ。200g のアサリに 80g のパスタ。80g。で、パセリは大さじ1杯ぐらい、ボンって入れる。で、パセリっていうのは、なんでこんなにたくさん入れるかわかりますか？パセリっていうのは、パセリンの成分の中にパセリンっていう成分。これはニンニクの匂いを中和する役目があるんです。なるほど。ですから、たくさん入れます。で、イタリア料理はニンニクをたくさん使うんで、最後にコーヒーを入れます。で、コーヒーもエスプレッソ。で、エスプレッソっていうのはニンニクの匂いを中和してくれます。じゃあこれを入れます。入れたらかき混ぜます。で、必ずくっつかないようにかき混ぜてください。このまま入れたままにしとくとみんなくっついちゃいますから。こんな感じですね。もうこうほぐれてます。お鍋も家庭にあるような大きさのお鍋でそうです。十分な。これで大丈夫です。スパゲッティを茹でちゃってからアサリをやっちゃダメなんですね。ダメです。逆なんです。そうするとパスタが伸びちゃう。そこが肝心。はい。で、これは普通4分半ぐらい茹でるんですけど、アサリの場合は4分10秒ぐらいです。早めに揚げます。よくね、最近フライパン一つでちょっと水分多めにして、この中に直接パスタ入れちゃう人いるんですけど、僕はね、あれができないんですね。もう昔の人間だから、ああいう手を抜くのはダメなんです。今日はですね、アサリでシンプルにいくんですけど、この中に夏だったらズッキーニとか、冬だったらキノコを入れたりとかね、キノコを入れたりとかしても美味しいですね。で、アスパラも入れても美味しいですね、春から。今日はアサリだけですけど、この中にね、ハマグリをちょっと入れてあげても美味しいです。もしあれだったら、シジミ入れても美味しいです。ね、出雲の方だったら、シジミをちょっと入れても美味しい。イタリアだったらどの地方がこれが本当はボンゴレはね、美味しいの南なんですよ。ところが南の人たちは昔コレラを出したんですよ。コレラ。それでその時にコレラの原因ってみんなムール貝を生で食べるんですよ。それでやられちゃうんです。それで貝類が全滅したんです。でね、これね、塩何もしてないんです。でもね、すごい塩辛いんです。どうしてかっていうと冬だから。だから、こっちにほとんど塩分ないんです。ないし。はい。アルデンテよりちょっと硬いくらいですね。はい。で、これで、はい。やっぱりちょっと辛いかな。で、胡椒。で、オリーブオイル。で、もう一回。で、よくかき混ぜますよね。で、油と水分を乳化させるわけです。はい、これでこんな感じですね。で、これを盛り付けていきます。で、このあさりをいや、ほんとこんなに贅沢に使わないよ、これ、普通は。で、これ汁は辛いんで、少なめにします。はい。はい。いいね。美味しくいただきました。はい、よろしくお願いします。もう年が同じ。そうね、それでまあ夢中になって僕もフランス行ってた。イタリアは知らない。で片岡さんはもうイタリアはもう当然あちこち行かれてた。
でもフランスは僕20歳の時からマキシム行ったり、いろいろしててすっごい興味があった。その時ね、ジャマンに行きたいって言われたんです。そうだよね。ね、もう飛ぶ鳥落とす勢いで。で、僕が言われた通りだから、マセルさんジャマンに僕連れてってよと、その代わりイタリア僕が案内する。そうです、そうです、そうです。で、二人旅。そうです。ね、で行きましたね。でも、本当に行ったところで、僕はもうイタリア料理の大事なものをたくさん教わって、特にイルソーレってね、思い出すんですが、マレオってタクシーも何にもないところ。そしたらご主人が迎えに来てくれた。ね。で、行ったら真ん中に大きなテーブルがあって、僕はほらミラノだとかフィレンツェなんかみんな各テーブルのところで食事すると思ったら、真ん中の大きなテーブル。なんか家庭のうちに招待されたよね。それで片岡さんが召し上がってさ、なんかジェノベーゼのミネストローネ。ミネストローネがもう顔が入ってっちゃうんで私は。それで注文外だったんだけど、改めて作ってくれませんかって言ったら、片岡さん今からじゃ大変かなと思ったら、いや作りますって、もう鳩のメインディッシュ食べた後なんです。後でね、食べ召し上がったのね。ああいうのがね、イタリアは素晴らしいなと思ったら作ってくださる。ミラノはアルポルト。はい。ね、ここへそれで、これは自分が勉強したところだからっていうんで行かれましたよね。だから、この西麻布の今ここあるアルポルトも、そこのお名前をいただいてるんですよね。僕はミラノにずっと5年間いましたから、そこで研修に行かせていただいたのがお付き合いの始まりなんです。去年の10月も行くと、片岡は元気かって。ああ、言ってます。そう。もう言ってますよ。だから、一人でもしょっちゅうミラノでどうしたって、アサリのスパゲッティとイカスミのリゾットは、アルポルト。アルポルトに美味しいね、スパゲッティがあるんですよ。フラゴリーネって言うんですよ。フラゴラっていうのは、イチゴっていう意味なんですよ。ところが、イチゴじゃないんですよ。ないの。なんでそういう名前がついてる？赤いイチゴ色になるから。っていうのはタコです。タコのちっちゃいやつなんですよ。これのパスタがうまいんですよ。じゃあ今度春にミラノに行ったら他にいろいろお店があるんだけどかき分けてやっぱり行きますよ。ね、で教えていただいて、でこの間もいただいたんだけど、でずっと考えてると僕は平気でいやアルデンテで美味しいって今みんな言いますよね。で昔々僕と片岡さんが行った時代には硬質小麦のスパゲッティっていうのが日本にあんまり入ってこなかった時代ですよね。普通の小麦粉のやつだから、なんか別にアルデンテにしようと思ったってできないくらい、やっぱり硬質小麦だから歯ごたえっていうか、アルデンテってまず意味はどういうことですか？デンテっていうのは歯のことでデンティストっていうものね。デンテっていうんですね。歯ごたえのあるという意味なんですね。なんで歯ごたえがあるのがいいんですかね、イタリア人は。いや、日本人と同じですよ。だってお蕎麦食べるときに30分も40分も置いといたお蕎麦食べたらどうなります？伸びちゃうじゃないですか。伸びてない茹でたてのパスタのことをアルデンテって言うんですよ。ナポレタンとかね、そういう日本の昔のパスタっていうのは茹でてオリーブオイルかけて、サラダオイルでもいいんですけどかけて、それで冷まして冷蔵庫入れといて、それを炒めて出すのがスパゲッティだった。そう。ハンバーグの横のところに、はいそうです、そうです。トマトケチャップかけたような。あれがみんなスパゲッティだと思ってた。それで僕は、それがスパゲッティだと思ってた。そしたら、僕は、うちのお袋がね、イタリアの外交官のね、その家政婦として入ってた。で、そこのおばあちゃんが中期で倒れてた。その倒れたおばあちゃんを面倒見てた。お返しって僕いろいろ育ててくれた人なんですよ。それで僕は大学受験失敗した時にね、今度ミラノに総領事になっていくからあなたコックになってきなさいって言われたんですよ。で僕ちょうど受験の時だった芸大受けて、それで見事落ちて、美術そうですね、デザイナーのそれで落ちて、じゃあ僕コックになりますって言ったら、あなたの気持ちをね和らげてあげるために行ったんで、そのコックなんてもう決めてあるよって言われちゃったの。いや、でもそれじゃ困るって言って、いや、もう片君のことだから、ちゃんとそっちは断って、片君連れて行くよ。その代わりあなた、今すぐ田村さんに入んなさいって言って、築地田村に入れられちゃったんですよ。で、3ヶ月研修ですよ。和食の。いや、それでもう例えばもうちょっと話が飛んじゃうんだけど、向こうに行って、向こうで本場でスパゲッティ食べた時はどう思われました？日本でその当時っていうのはないんですよ、食材が。例えばチーズがない、ね、エダムチーズの赤い赤玉ってあるよ、あれを買ってきて半分に切って乾かして使ってたと、それからパスタはブイトーニッキャないとか、あとレオーネってなったのかな、オリーブオイルはもう1種類しかないとかもうね
チーズ何にもないなんもないですよ。バジリコもない。バジリコはない。もうね、その中でどうやってね、イタリアの本場のパスタを食べるのかっていうことを一生懸命教えてくれたんです。なるほど。はい。で、紀ノ国屋に買いに行ってね。でも、パスタはアルデンテにちゃんと茹でたて。そのアルデンテってね、はい。言いながらみんながやっぱり本当に理解してるんじゃなくて、ちょっと芯が残ってるようなものをアルデンテっていう人も出てきよくね、こう切って切り口が、あんなの分かるわけないじゃない。僕はアルデンテっていう意味は、その人がアルデンテっていうふうに感じる、その感じ方がその人のアルデンテ。だから決まりはないっていう。だから芯が残ってるのはアルデンテじゃないんですね、じゃあ。いや、芯が残ってはアルデンテなんですけど、人によって違うじゃないですか、具合が。具合が。僕がこれもう生だよって言ったら、その人にとってはそれがアルデンテかもしれないし。ナポリ行って取材に行ってね、トマトのパスタ食べさせられて、本当にガリガリで生なんですよ。で、食べてお腹壊しちゃったの。ね、でも彼らはそれがアルデンテと思ってるわけじゃん。でも僕はもうちょっと茹でた方が好きだから、それが僕のアルデンテ。やっぱり日本人はほらご飯がベースにあるじゃない、柔らかくてふっくらとしてて、しかも粘りがあってって、例えばリゾットなんかしたって粘りがあっちゃう。リゾットはね、もう完全にね、日本人がね、最初に食べたこれはね、新飯だよもう一回見直してってなりますよ。だけども食べ込んでいくと、そのパスタもそうですけど、だんだん硬くなるんですよ。硬くなる。やっぱりミラノのね、アルポルトで昨年もいただいたやつは、やっぱりイカスミのリゾットのお米は一粒一粒にイカスミがコーティングされてるのがあって粒でわかる感じだ。それでいて硬くないって言って粘りがあるわけじゃない。いやー絶妙だなと思って。あれはね、お米が違うんですよ。お米が違う。はい。今日本でもこう輸入されてますけれど、うちも一番いいやつ使ってますけど。あ、イタリアのお米。イタリアの米じゃなきゃリゾットできないですよ。できない。はい。3年から5年寝かせるんです。新米は彼らは食べない。食べない。コ米なんです。いろんな種類のお米がありますから、日本と同じように。で、その中で一番美味しいやつ。そうするとつまり結構乾燥してる。そうです。水分が含んでる量が少ないっていうことですね。だけども保存の仕方がちゃんとあって、ちゃんと寝かせるんです。で、それでリゾットにする場合にはお出汁を入れながら少しゆっくりそうです。もうね、炊いちゃダメなんです。炊いちゃダメ。言ってみて炒める。まず水分は白ワイン入れる。それからブイヨン入れて、少しずつこう。で、最初加えるときはちょっと余分に加えるんですよ。水分ないから、つけてないから。それで、そこから8分ぐらい炊いていくと、お米がふーっと膨らんできて、そこからもう少しずつ入れて、で、18分間ピチッと炊くんです。そうするとちゃんとアルデンテってだからやっぱり一粒一粒を食べながら分かるんだけれども、口の中に塊が入っても美味しい。ところが15分だと、歯の間に挟まる。あれは生なんです。生なん。はい。あ、そう。歯に挟まらなくてちゃんと粒が残ってて、それもアルデンテなんですよ。なるほど。だから彼らにとってお米はね、パスタなんです。もう一回繰り返しますけど、日本からね、向こうの本場に片岡さんが行こうと思ってた時、日本人アルデンテなんていう人いなかった。いや、僕も知らなかったお米がね、なんでこんな芯があるのと思わなかったんですよ。なるほど。で、粒が大きいですよ、お米の。そうすると50年ぐらい経ってるうちに日本人がそういう味覚を吸収しちゃう。そうです。僕もそれにで今自分はリゾットっていうのはね、簡単にできるようになりましたけど、その当時はねできなかったです。できなかった。はい。だって日本人の頭の感覚にはお米の感覚があるから、粒は小さいしトランスパレンテって言ってちょっと透明感があるお米なんですよ。ところが向こうは白いからね、濁ってて、これ炊いたらボソボソになるよっていうような感じのお米です。ものね。僕はお米好きだし、パスタも大好きだから、粉もん大好きだから、やっぱり美味しいスパゲッティと美味しいリゾットは、なんかイタリア料理店行ったら絶対食べたいな。そうですよね。今イカスミのリゾットいただきましたが、ウニがもう贅沢になってて、周りにトマトが点在してて、ウニが片岡さん言われるようにチーズの役割をする。あそこ本当にチーズじゃダメなんですか？ダメです。魚介とチーズは合わないだからね。日本人が大好きなものがみんな詰まってる。そうですね。ねえ。町場でやるとそのイカスの炭が手に入らないから。でイカは取った時に日本の場合は
みんな炭を剥がしちゃうんですよ。で、お刺身使ったり、綺麗な状態で。ね、来ないといけない。ここはイタリアン真っ黒くで、真っ黒くで来ます。だから、炭がたくさんある。炭がたくさん入ってなるほど。それで、こう刺身で使いたい。だからもうそれをね、綺麗にするのは大変。そう。イカはすごい新鮮なんです。だから炭も食べれる。だけども、彼らは生で食べないから、イカを。結局は少しぐらい汚れても構わない。構わない。で、煮ちゃうからね。だから、イカは炭がたくさん取れる。イカ炭はすごく美味しい。じゃあ話をまとめますと、アルデンテっていうのは個人差があるとね。で、その人が美味しいなと思う、やっぱり歯ごたえがある美味しさっていうことで、とりあえずはいいんですかね。そうです。だから基本的にはぐちゃっとして茹でたものはダメ。僕の知り合いでね、イタリアにずっといる人でね、アルデンテが嫌だっていう人がいるんですよ。考えられないでしょ。考えられない。いや、僕は、もうアルデンテは、僕はこれがアルデンテだと思ってるからっていう、そういう人が出てくるとね。否定できないね。否定できないんですよ。なんか最後はエスプレッソ出てきましたが。これは今日ニンニク使ってますから、必ずこのエスプレッソを飲んで、エスプレッソって言えば、エスプレッソだけ飲みにあちこち行きましたね。サンタンブロージュ。覚えてます？ミラノね。で、サンタンブロージュへ2人で行ってね、増井さんが、このエスプレッソ美味しくないって言ったんだね。で、明日出直してこいって言われた。ね、そう。彼らに言うにはね、自分たちは、うちにいるお客は毎日来るとね。だから、その人に合った入れ方してるんだよ。で、君たちは今日初めてなの？わからないと入れていいから。明日出直してこいって。そうだよね。その話は、じゃあ、いつかまた、今回のアルデンテに話は絞りましたけど、次回はじゃあ、エスプレッソの話。いいですね。バリスタに聞くんじゃなくて、片岡さんに聞く。だって、ローマまで行ってもね。そうだよね。あれはね、入れ方を見せてくんないの。隠したんだよ。僕たちあれ真似したいんだけど、真似できない。なんか口の中入れると、抹茶立てたような、とろりっとした感じがするエスプレッソなんですよ。素晴らしかった。いや、よかったよね。その話じゃまたいつか。はい、ぜひ。ありがとうございました。ありがとうございました。うまいのなんの美味しくいただきました。やっぱり伺ってみないとわからないことってたくさんありますね。アルデンテが何かっていうのが分かっていただくとまた一味違うかなというふうに思います。また片岡さんにも出ていただいて、まだまだイタリア料理で分かっているようで分かってないこともたくさんあるかなと思うので、登場していただいてお話を伺いたいと思います。美味しくいただきました。